Apple なんですけど、はい、iPhone ではない。意外と僕はレンタサイクルで移動する。社長の携帯に覗いてみたリアルに使っているおすすめアプリを教えていただくということで、使っているアプリっていうところを実際に見させていただければなと思うので、よろしくお願いいたします。お願いします。これ見てる皆さん、チャンネル登録お願いします。Android 派で Apple なんですけど、iPhone ではない。なるほど、確かに。はい、S22 とか、割と新しめの Android のスマホを使ってます。Android にした理由みたいなのとかってあったりするんですかね。 Mac じゃなくて Windows 派なんですよ。で Windows だとよく Google やっぱ使うんで、Android が一番相性いいですよね。 Mac 使ってると iPhone がいいと思うんですけど、基本やっぱいろんなものを Windows でやっぱ使ってるので、なんでこの Galaxy を使ってるかはこれで撮る写真がいいからです。仕事からいろんなとこ行きますし、旅行とかは好きなので、景色とかそういうのを撮るのがこのスマホのおかげでハマってしまいましたこんな写真が全部撮れる。すごい。富士山シリーズとかスカイツリーシリーズとかありますよ。仕事に困ったらちょっと頑張ってフォトグラファースカイツリー写真集作れそうな気しますけど、ね、普段使うもの以外で一番使う確率が高いのがここに入ってるだけで、こっちでいいものはこっちにして2つだけ。このまとめのところも全部めんどくさくまとめてるんですよ。でも基本的にはやっぱりこれも一緒です。掃除です。基本的には無駄が嫌いなんです。ですよね。10の時間あったら、例えば仮に8の仕事がありますじゃないですか。多くの人は10の時間を使って8の仕事ダラダラやるんですよ。僕は嫌だから、いかにこの8の仕事も7で終わらせるかってことを常にやって、だったら7でやりきって残り3を寝る。アプリですよね。基本よく使うやっぱカレンダー、マップ、LINE、Chrome でカメラとギャラリー、あとこれ M って書いてあるメール、メッセンジャー、ショートメールと、あとデータって書いてますけど、これマイクロソフト基本的には会社で使ってるんで、その辺のだから仕事のやつも入ってますし、個人の何かファイルとかは Google ドライブとか Dropbox とか、あとメモ系と、一応ね SNS とかはいろいろアカウントは持ってるんですけど、 TikTok なんか全然開かないですし、リサーチするときとかにアカウントだけは持ってます。あとはこの辺が多分もしかしたら個人的には近いかもしれないですけど、ちょっと仕事で入ってるやつもね、会計のやつとか、あとは名刺のやつもそうですけど、意外と僕はレンタサイクルで移動する。あ、そうなんですね。意外と都内だったら全然いっぱいポートあるんで、例えばうちの会社の人が銀座行くってなると、タクシー行ってもチャリンコ行っても変わんないんですよ。なるほど。体動かすのも好きだし、タクシー待ってるのももどかしいから、これ押してすぐ探して飲みに行っちゃったりするんですけど、あとタクシー系ですよね。海外行った時はウーバー使うんで、東南アジア行った時はグラブ使うとか、これは結構使ってて、タイムズカーって書いてあるんですけど、カーシェア、あれだ出張行った時とかにめちゃめちゃ便利なんで、あとエニカはこれもカーシェアですけど、レンタカー屋さんに借りるよりもこっちの方が金額がいい車借りれたりとか、たまにちょっと乗ってみたいなと思う車を借りれたりするので使ってたりとかして、あとは移動系 JR 東日本で新幹線とか取るときこっちからも全部取っちゃって、あと UberEats と Airb と、結構移動系でも仕事で使う時にっていう感じですかね。支払い系で言うとね、その PayPay とかモバイルSuicaとか、あと銀行は個人のやつと会社で使ってる銀行とかも、車の鍵とかも全部スマホ化しちゃって、カーシェアリングやってたら今までレンタカーで鍵を借りてとかじゃないですか、でもカーシェアリング最近はもうだからスマホキーになってて開くんですよね。これ自分の車でもできるんじゃんと思って、でそれ探して入れて、車の鍵はスマホで、あと、オフィスの鍵も一部ねスマホですし、割と普通の人よりか使いこなしてるかなと思いますけどね。現金とかじゃなくても、先ほどのキャッシュレス決済みたいな形でも今こっちも効率化みたいな。そうですね、現金は多少持ってますけど、小銭はプライベートだと持ってないですし、ほぼスマホですよ。SNS とかインスタとかが一番多いですかね。いや、プライベートはほとんどやんなくてですね、社内の SNS ばっかり見てますよね。だから社内 SNS とかだとどういう使われ方してるとかありますか？業務連絡ツールになってるっていうのは一つ目、あとは組織活性化のコミュニケーションツール、基本この2つですけど、これが当たり前というか、ツールは変えつつもだいぶ長い間こういう形なんで、社内だとだからメールとかほぼ飛ばないですよね。おすすめというか便利なのはレンタシェアリングサイクルはめちゃめちゃ便利だなということと、あと移動系がね、やっぱ日本だと GO で海外だと Uber とか、やっぱめちゃめちゃ便利ですよね。アプリじゃないですけど、よく社長だと秘書にね移動とかの全部手配やってもらうじゃないですか。で僕が飛行機の予約も新幹線とかの予約も全部自分でやっちゃって、頼む時間でこれでできちゃうから、それこそだから頼んでる時間と取った時間とみたいな、でまた例えば予定がちょっと変わって変えたいとかってまた言うてみたいなのやると、自分で取った
トが早いなと。例えばね、新幹線なんかもう要は乗るまでの直線前だったらキャンセル料ほとんどかからずに変えられちゃうわけですよ。例えば大阪行く時に新幹線乗りますと、一旦9時発の新幹線取りましたと、ちょっと予定より早く8時40分に駅着いちゃったよとしたら、普通の人って多分9時の新幹線とかどうかなって待つじゃないですか。僕は改札入る瞬間に8時50分発とか変えちゃってで10分巻いて乗っていくみたいな。よく使うのはJAL スマート EX で駅ネット、ほぼこの移動系よく使ってるし見てると思いますね。例えばホテルの予約サイトとかも結構駆使をしていて、僕は一休を使ってるんですけど、なるほど。使い出してからずっと使っちゃってるんであんまり見ないんですけど、昔だとね、ジャランルルブとか、で楽天トラベルとかで、一休とかリラックスとか、楽天トラベルとかだとカプセルホテルとかって思うやつも結構入ってくるんですよ。一休がもともと僕が使い出した時はちょうどよくて、とにかく今は使いやすい、もちろんその安いだけだからどこのサイトを使ってるとかってないんですけど、ホテル直接予約するにも予約する時期によって若干値段変わるんですよ。で当然直前で埋まってたら高くなるのは皆さん分かると思うんですけど、早く予約したら安いですよって言いながら半年前に絶対この辺はこういうイベントがありそうとか忙しくなりますって言って、じゃあ1万円ですって設定したものを予想をちょっと下回ってあんまり予約数入ってないとちょっと下がって、で最後またパンパンになってきて上げてとかってあるわけですよね。この結構出張とかどこか行く予定を見ながら泊まってみたいホテルがちょっと安くなってないかなとかっつって暇つぶしはそれを見てたりするんですよ。要はなんかホテルで例えば予約満載だったけどキャンセルが出てポッと部屋が出てるとか、もしくは安くなくても同じ金額でちょっとグレード高いホテルに泊まれる金額で出てたとか、同じような金額とかちょっとしたらお得な宿とかが入ってたとしたら、なんかチラチラ見ちゃってるみたいなのありますよね。めちゃめちゃ経営にとってプライシング大事なんですよね。やっぱ興味がめちゃめちゃあっていろいろ研究してたんですよ。ホテルとか飛行機とかのプライシングがどうなってるかっていうのは結構自分で勉強するんで、自分でもちろんその勉強しながらも利用者としても見てて勉強になるじゃないですか。利用者の気持ちも分かるこれ手間だから自分の時間を奪うとかだけ考えるとこう振っちゃう人も多いんですけど、僕にとっては結構そういう 2C の利用者の感情とか思考とか実際じゃあそのサービスを使ってみるっていうのは仕事に役立つんで、割と最新の家電とかこの仕事柄一応見といた方がいいんですよね。よくあるベストバイ家電みたいな雑誌は美容室行ったら全部それ見ちゃうなるほど。興味があったらちょっと買ってみて、使ってみてとか、アプリも結構一緒で、これ見て興味があったらインストールしてみて、ダメだったら捨ててなるほど。やっぱプライベートを分けてるというよりかはプライベートの中にもこう仕事に活かせるところを探してたりとか、常にこう連動してるというか、そういう感じなんですかね。そうですね。前も言いましたけど、プライベートで仕事を分けるとか別にそんな思想が全くないんで、別にプライベートの時間だとしても行ったこととか意識もしてなくてそう考えちゃうんですよね。ポイントとしてはみんな売るときは売るときの心理状況、買うときは買うときで心理状況あるじゃないですか。これをなんか使い分けるのは良くないと思ってて、買うときも売る人の立場になったらこれってこうだからこう言ってんだよなとか、常にだから反対も考える。それもだから自分が売り手になったときに消費者心理というか、そういうのをやっぱりこういろいろ考えながらっていうのがもう癖になっちゃってるんで、本日も動画を見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。アップルキッコセンターではホームページ、各種 SNS 等々で様々な情報を発信しておりますので、興味ある方は見ていただけると幸いです。またこの動画のいいねもよろしくお願いしますとともに、改めてチャンネルも登録していただけると研修とか現場とか対談とか、いろんな動画アップしてますので、いろいろお楽しみいただけるんじゃないかなと思っております。よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。